の角くらいに駐車場あるんだって。この辺ないね。まっすぐ行く。うん、まっすぐ行こう。そう。どこで降りればいいのかな。大変な山登りだったもんね。つぶりかな。まあでも1ヶ月ぶりくらいだよね。ないかも。クレープぐらいかな。クレープでさえ1000円こそ。18時まで。ああ、そうですか。食パンとかはお昼とか行ってもまだあります。神宮内は写真というか撮影というか NG らしいので、まあ、ちょっとそこまでしか撮れないけど。でそしたらね、なんか三種の神器の一つである草薙の剣を祀ってるんだって。それは有名だわ。そう、なるほどねって思うよね。あんまりそういうのに注目していってる。そうなの。ちょっと人増えてきた。増えてきてご飯でちょっと早いけどね。中がお餅なんだね。すごいよ。白いつきたて餅とかあるんだ。うまそうだ。あー、それは美味しそう。
バレンタインもらっちゃった。奪いました。やったね。そうですね。いただきます。Parce qu'elle ne fait pas de sport. Du tout.で今夕方の4時過ぎぐらいでもうちょっと暗くなってきちゃったんですけど、さっきお花を買ってきました。今回自分でも珍しくすごい鮮やかなピンクのバラがすごく目に入って、季節というかもう過ぎちゃってはいるんですけど、2月バレンタインもあったしっていうことで、ちょっとハートを思わせるピンクの花がなんかぴったりなんじゃないかなと思って、今回ピンクのバラを買ってきました。すごく華やかで、なんか気分もね、なんか豊かになるというか華やかな気持ちになっていい感じです。今回のコーヒートークはなんか雑談みたいな感じで最近の近況をお話しできればなと思っています。最近始めた新しい習慣というか、ちょっと食生活を、管理し始めました。朝ごはんの納豆とかもそうなんですけど、食事をヘルシーにして自分に自信を持てる体型というかスタイルを目指して取り組み始めたっていうところです。ダイエットっていうと体重を落とすっていうイメージが強いので、なんかダイエットっていう言葉はあまりなんか自分の中でしっくりこなくって、この食改善に関してで、どちらかというとちゃんとコントロールできてるなって思える体型になれるようにっていう意識で今回食生活の改善っていうのを始めてます。チャット GPT に1日あたり摂取したいカロリーとタンパク質量、脂質量、炭水化物量、
あとその他栄養素も30代の成人女性が1日に必要とされる量っていうのを取れるようにっていう風に指示を出して、食事内容の案を出してもらって、でそれに合わせて、食事をして、ちょっと変えた部分とかはもう一度こういう内容にしたんだけど、昼ご飯夜ご飯でどう調整したらいいかなっていうアドバイスをチャット GPT に求めてっていう感じで摂取量のコントロールをしてるっていう感じですね。これは本当にチャット GPT が全て正しいことを言ってるっていうわけではないので、過信しない方がいいとは思ってるんですけど、今のところ体調も問題なく、私的にうまくいっているというか、まだ始めて1週間ぐらいなんですけど、まだそこまで苦もなくっていう感じで続けられているので、自分に合う方法を選択できてるのかなって思って、もう食べた分だけ太るっていう体質なので、もう分かりやすくて、結構食べても太らない人が羨ましかったりはするんですけど、逆に自分でコントロールすれば体型管理がちゃんとできるっていうのは恵まれてるなっていうふうに最近は思えるようになって、だからこそ自分でちゃんと管理コントロールできるようになって、自信に満ち溢れた女性になりたいなと思って取り組んでます。で30代のうちに食生活の改善というか、1日に必要な栄養のバランスとかカロリーとかそういうのを身につけておいたら、今後ね40代50代とか年を取った時にもきっとその知識というか経験って役に立っていくと思うので、ここのタイミングでそういったことを始められて、自分的には良かったんじゃないかなとも思います。なので30代の自分のためでもあるし、今後の自分のためでもあるしっていう感じです。昨日は思いっきり食べましたね。朝活と言って、熱田神宮がすごく気のいい場所で、私京都にいた時に下鴨神社がすごく好きだったんですけど、下鴨神社と同じように清々しい空気を感じて、すごく神宮内広いので人はたくさんいたんですけど、歩きやすいし、またちょっと近いうちに行きたいなっていうふうに夫婦で話すぐらいすごく気持ちのいい場所でした。名古屋とかって京都とか大阪とか東京に比べるとそのインバウンドのお客さんが少ないらしいんですけど、やっぱり海外の方にもぜひその名古屋のいいところというか、そういうところは私の動画を通して少しでも広められていけたらなとか思っているので、日本旅行の参考にもなるような情報は今後もいっぱい投稿していきたいなと思ってます。カフェしかり、観光地しかり、お散歩コースしかり、フードしかり、最近前回の動画でもお話ししてたんですけど、今年ちょっと語学試験を受けようかなとか思ってます。私が受けようと思ってるのがフランス語の能力試験のデルフで、米案はもう持ってるので、次ベールーっていうレベルの試験を今年秋受けようかな、どうしようかなと思ってます。今年なんかずっとずるずる伸ばしてきちゃったんですけど、やろうかなと思ってるので、計画を立ててやっていかなきゃいけないなと思ってるって感じですね。そんな感じの最近で、なんかやりたいことはたくさんあって、でもちゃんとスケジュール立ててやっていかないと、崩壊しそうになるので、今日すっごく暖かくて、なんか私の住んでるエリアは17度かなぐらいまで上がって、ついに暖房なしでも家で過ごせる午後でした。この家本当に寒くて、冬場もう信じられないぐらいもう暖房手放せない冬だったんですよ、この冬。あともうちょっとだけしたら夜ご飯を作ろうかなと思います。
ぱりちょっと高いなって思うんだけど、うん、あ、もう好きに多分合わせて、本当、食べてもらっていいと思う。どう？いいね。繋がってなかったからね。そうなの。すごいハードルだったよね。